こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。2月も終わりということで、毎月恒例、2月に発表された新車情報のまとめをお届けするぜ。2022年2月、バイク新車情報、11選。ついに、大型新人的なバイクの発表はあったのか？今月はどんな感じでした？ホンダが HP 上でモーターサイクルショー2023を公開し、新車発表の幕が切って落とされたぜ。あっと驚く発表が、これから始まるといいですね。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。モーターサイクルショー直前、2023年2月新車バイク情報、11選。スクーター編、ネイキッド編、SS 編、オフ編、です。じゃ、はじめ5。1、スクーター編。ホンダ、910。原付こそ御用達、走るスクーターのイメージだったが、時代に合わせて、すっかり変わったディオ110だぜ。昭和時代のスクーターは、色々と尖ってましたよね。馴染み深いディオといえば DJ とか SR とか ZX だな。制限速度を超えてからが本気の走りっていうスクーターが多かったぜ。熱かった時代ですね。で、令和のディオ様はどんな感じで？スタイリッシュな外観の原付2種スクーターで、原付2種クラスで一番リーズナブルなバイクだぜ。ちなみに各社の最安値は、ヤマハのジョグ125が 25.52 万円、スズキのアドレス110生産終了が 22.55 万円だ。で、ディオは廉価モデルで 21.78 万円だ。お求めやすい価格を実現してますね。新型はどこが新しくなったの？排ガス規制対応とカラー変更だな。では、カラーバリエーションはこちら。ディオ110ベーシックはパールジャスミンホワイト、マットララクシーブラックメタリック、パールジュピターグレーの3色。ディオ110はマットディムグレーメタリックの1色です。外観に大きな変更はないな。ホンダのスクーターラインナップを改めて見直したんですが、昔ながらの形のモデルはなくなったんですね。そうだな。あの形は今の若者に受けないってホンダは判断してるらしい。あと、お求めやすい20万キリスクーターとして頑張ってましたが、残念ながら超えてしまったんですよね。新型は 1.1 万円の値上げで、21.78 万円だぜ。ちなみに価格は、2015年のフルチェーンで20万円を超えてる。性能に見合った価格改定だと思うぜ。じゃ、その分基本装備は充実してると。もちろんだ。でも今回の値上げは排ガス規制対応なので、それ以外の装備変更はないけどな。主要装備はどんな感じですか？アイドリングストップに左ブレーキだけで前後に制動力を配分するコンビブレーキ、スマートキーディオ110のみ。残念ながら、USB コネクタの純正オプションはない。スズキのアドレス、ヤマハのジョグとの大きな違いは、スマートキー設定の有無だな。装備すると 25.3 万円だ。価格か装備かひいきメーカーか。自分に合ったディオを選んでくださいね。では、ディオ110ベーシック2023のスペックを教えてください。エンジンは単気筒 109cc、最高出力は 8.7 馬力 7500rpm、最大トルクは 0.92kg/m5750rpm。シート高は 760mm、車両サイズは 1870-685-1100、重量は 96kg。ガソリン容量は 4.9 リットルで、燃費は 55.6kg/WMTC。航続距離は 272.44km、ガソリン仕様はレギュラーだ。新車価格はディオ110ベーシックが 21.78 万円、ディオ110が 25.3 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、99,900 円25万8000円で134台だな。ヤマハ、B の。今風スタイルのディオとは打って変わって、レトロでポップな 50cc スクーター、ヤマハの B のだ。デザイン勝負のスクーターなら、ヤマハが一枚上手だな。個人的感想。B のは、ゆるキャンの登場キャラ、シマリンの愛車ってことで知名度が上がったバイクでしたよね。最近の話題だとそうなるな。でも、B のは1997年から続く、歴史あるスクーターなんだぜ。そうだったんだ。デザインの変更は、初代、2005年、2018年の3回行われてる。大きな丸めライト、丸みを帯びたスタイルは、初代から最新モデルまで引き継がれているぜ。じゃ、新型はどこが新しくなったの？カラーリング変更だな。では、新型のカラーバリエーションはこちら。新色はパールシャイニングイエロー、ハーベストベージュ、マホガニーブラウンメタリックの3色。ボニーブルー、マットアーマードグリーンメタリック、グラファイトブラックの3色は継続カラーです。デカールやシートカラーの違いで、雰囲気が変わりますね。グリーンやブラックなら男性でも使えそう。50cc はこれから縮小する市場ですし、この見た目なら、今後希少車になるかもしれないかもね。ポスト SW1 的な感じだな。SW1 は1992年発売で価格は税抜き 68.8 万円。このデザインで、249cc のマニュアルというスズキならではのバイクだな。B のはそこまで個性的じゃないけど、庭先に1台置いておきたい1台ですね。それじゃ、主要装備はどんな感じで？基本的な装備はバッチリだぜ。50cc だけどアイドリングストップ、コンビブレーキ搭載。
蓋付きのグローボックスにはアクセサリーソケットあり、何気に便利な後輪ブレーキロック装備だぜ。あ、一つ質問。はい、レイムさん。B のは新排ガス規制に対応してないけど、販売してて大丈夫なの？大丈夫。原付一種 500cc 以下モデルは、継続生産者に限り令和7年11月まで規制対応が延長されてんだよ。2025年までは大丈夫なんですね。一安心。ついでに小ネタを一つ。B のは、ホンダのジョルノをベースにした OEM 供給スクーターだな。庶民の足としては安くて便利な原付が今後どうなるのか。次世代の登場が楽しみですね。では、B の2023のスペックはこちら。エンジンは単気筒 49cc、最高出力は 4.5 馬力 8000rpm、最大トルクは 0.42kgm/6000rpm。シート高は 720mm、車両サイズは1650-670-1015。重量は 81kg。ガソリン容量は 4.5 リットルで、燃費は 58.4kgWMTC。航続距離は 262.8km、ガソリン仕様はレギュラーだ。新車価格は 21.45 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、39,100円32万8000円で794台だな。ヤマハ、ジョグ。昔ながらの原付スタイル、おっさんと街に優しい走り、ヤマハのジョグですね。ジョグに優しいって言葉がつくなんて。昔はジョグにも色々あってさ、Z に Z2、ZR とかスーパージョグ ZR とか。そういえば、通学用にバイクを買うことになって、親にジョグ ZR をお願いしたら、買ってきたのは、鮮やかなジュビロ仕様のアプリオだったな。ここから主の青好きが始まったと。アプリオは ZR と同じエンジンを搭載してるから、元気に走って性能的には問題なしでしたけどね。で、今回の変更点は？カラーリング変更だな。B のと同じく 50cc モデルなので、最新排ガス規制の延長措置モデルだ。カラーバリエーションはこちら。ジョグデラックスは、パールシャイニングイエロー、マットバリスティックブラックメタリックの2色。ジョグはグラファイトブラック、ロスホワイト、マットジーンズブルーメタリック、デジタルシルバーメタリック、ボルドーレッドメタリックの5色ですね。B のと同じく、ジョグも2018年からホンダの OEM 供給で、ホンダのタクト、ベーシックがベースとなっているが、タクトとは差別化されたデザインで、一体型のフロントカバー、ブーメラン型のライトウィンカーが昔風。おっさんたちのこと線に触れる形です。で、見た目は違うけど、装備はタクトと同じだ。後輪ブレーキロック、左ブレーキ操作だけで前後連動するコンビブレーキを装備してる。上位モデルのデラックスは、アイドリングストップとダブルステッチシート、立体エンブレムを採用しているぜ。この違いが、13,200円の差、ですか？コスパを取るか、便利を取るか、お好きな方をお選びください。では、ジョグ2023のスペックをお願いします。エンジンは単気筒 49cc、最高出力は 4.5 馬力 8000rpm、最大トルクは 0.42kgm/6000rpm。シート高は 705mm、車両サイズは1675-670-1040。重量は 78kg。ガソリン容量は 4.5 リットルで、燃費は 58.4kgWMTC。航続距離は 262.8km、ガソリン仕様はレギュラーだ。新車価格は 18.15 万円な。グバイクの中古車価格帯は、39,100円32万8000円で794台だな。ヤマハ、トリシティ125、155。2013年に発表、2017年には高速道路走行可能な 155cc が追加された、ヤマハのトリシテ125、155だぜ。約5年ぶりの新型ですね。で、今回の新型は何が変わったの？新排ガス規制対応と各所の見直し。カラー変更だぜ。カラーバリエーションはこちら。125cc は、ダークグレーイッシュブルーソリッド B。155cc は、マットイエローイッシュグレーソリッド 1。共通はホワイトメタリック6、マットグレーメタリック3の2色です。このメカ感がいい。125cc と 155cc では、見た目一緒ですね。でも、今回は中身が大きく変わってるぜ。大きな変化点は、新フレームの採用と新型エンジン搭載だ。トリシテのフロント二輪を構成する、LMW アッカーマンジオメトリは新たに専用設計を採用。再調整されたリアサスペンション、SMG スターターにアイドリングストップ機能。ヘッドライトの照射位置も広がってる。スマホアプリ Y コネクトは、車体情報の参照と、メーターへのスマホ情報通知あり。スマートキーも搭載だ。勝敗企業モデルにこれだけ詰め込んでくるとは、これだけ熟成させて、値上げもしてるんだから、いっそのことスタイリング見直しがあってもよかったのにね。台湾で発売したアウグルぐらい振り切ってさ。三輪バイクであの顔面なら、相当なインパクトだな。確かに、ちょっと見てみたいぜ。高速道路の SA で止まってたら、いろんな人に声かけられますよ。きっと。もし声をかけてくれたら、記念に電子台ステッカーをプレゼントするぜ。宣伝してる。では、トリシテ125-2023のスペックはこちらです。エンジンは単気筒 124cc、最高出力は12馬力 8000rpm、最大トルクは 1.1kgm/6000rpm。シート高は 770mm、車両サイズは1995-750-1215。重量は 168kg。ガソリン容量は 7.2 リットルで、燃費は 44.9kgWMTC。航続距離は 323.28km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 49.5 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、39,100円32万8000円で794台だな。
2、ネイキッド編。ヤマハ、FGX。ヤマハに新世紀はやってきたのか。ジェネシスのイメージを受け継ぐ、ネオレトロスタイルのネイキッド、FZX だぜ。インド市場向けモデルなので、あまり国内では馴染みのないバイクですね。海外の輸入モデルを扱っているお店では、比較的よく見かけるモデルだけどな。で、どの辺が新しくなったの？装備変更とカラー変更だな。カラーバリエーションはこちら。マットダルオレンジメタリック3、ブルーメタリック C、マットブラック2の3色です。オレンジに青金、なかなか派手な色使いね。この雰囲気や排気量って、XSR155 と似てますね。見た目はな。でも、大きく違うところはライディングポジションだな。XSR155 はスポーツ寄りの前傾ポジション、FZX はどっしりでゆっくりポジションだ。では、主要装備はどんな感じですか？フロント1チャンネル ABS に LED ウィンカー、スマホと連携。トラクションコントロールも装備してるぜ。このクラスのネイキッドで、トラクションコントロール採用したモデルってありましたっけ？ないと思う。あ、PCX や NMAX とか、スクーターには装備されてるけどな。海外では、スクーターの方が高級車扱いなんでしょうか？市場規模の違いだろうな。では、FZX のスペックはこちらです。エンジンは SOHC 空冷短気筒 149cc、最高出力は 12.4 馬力 7250rpm、最大トルクは 1.3kgf、M5500rpm、シート高は 810mm、重量は 139kg、車両サイズは2020-785-1115だな。ガソリン使用、燃費、航続距離は不明。ガソリンタンク容量は10リットルだ。新車価格は実勢価格 28.15 万円だぜ。グバイクの中古車価格帯は23万3000円29万9900円で5台だな。ヤマハ、MT-15。ザ・ダークサイドオブジャパンのご男坊。暗黒面からの死者。ヤマハの MT-15 だぜ。こちらもインド市場向けモデルですが、輸入車として国内販売されているモデルですね。今回の変更点は、カラー変更と装備変更だな。カラーバリエーションはこちら。パステルダークグレー、ブラックメタリック X、ディープパープリッシュブルーメタリック Y、マットライトグレーメタリック4の4色です。ダークサイドな割には、意外と派手好きね。で、今回の変更点は？トラクションコントロールの採用と、LED ウィンカーの採用だ。デュアルチャンネル ABS、アシスト&スリッパークラッチ装備。メーターは反転液晶式だけど、ギアポジにタコメーター、燃料計、スマホ通知と、必要な機能はバッチリだぜ。ヤマハのインドモデルは、国内モデルと比べ物にならない充実っぷりですね。ちなみにインド仕様の YZF-R15 は、MT-15 を超える装備だぜ。この後で紹介しますので、しばしお待ちを。じゃ、ヤマハ MT-15 のスペックを教えてください。エンジンは SOHC 水冷短気筒 155cc、最高出力は 18.4 馬力1万 rpm、最大トルクは 1.43kg FM7500rpm。シート高は 810mm、重量は 141kg。車両サイズは2015-800-1070だな。ガソリン使用、燃費、航続距離は不明。ガソリンタンク容量は10リットルだ。新車価格は実勢価格 32.9 万円だな。グバイクの中古車価格帯は28万円38万円で7台だ。鈴木、ジクサー150。あ、ロボットが変形するゲームでしょ？それはいやテグザーか。名前の由来は、スズキのスーパースポーツ GSXR の愛称、ジクサーからだ。インド市場向けに2014年に登場したモデルで、新興国向けのモデルだったが、2017年に国内仕様が導入されたぜ。今回はどこが新しくなったの？新排ガス規制対応が主な変更だな。では、カラーバリエーションはこちら。トリトンブルーメタリック、グラススパークルブラック、ソニックシルバーメタリックパールブレイズオレンジの3色です。見た目の変更点は、フェンダーのブラックアウトカトデカールのデザイン変更。クラブバーカラーも一部変更されてる。腰回りが引き締まった感じ。赤銀のツートンカラーといえば、GSX1100 刀 SE を思い出しますね。これは刀シリーズ化の布石でしょうか？その発想はなかった。エンジン出力は新排ガス規制対応に合わせて、馬力が1馬力、トルクが 0.1 ニュートン、燃費が1キロ下がってる。そして価格は 3.3 万円アップの 38.5 万円だな。価格はアップしたけど、同じスズキの GSX-S125 42.02 万円よりは安い謎価格。リーズナブルなバイクは大歓迎です。では、ジクサー2023のスペックはこちら。エンジンは単気筒 154cc、最高出力は13馬力 8000rpm、最大トルクは 1.3kg M5750rpm。シート高は 795mm、車両サイズは 2020-800-1035、重量は 139kg。ガソリン容量は12リットルで、燃費は 50kg WMTC。航続距離は 600km、ガソリン使用はレギュラーな。新車価格は 38.5 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、11万5800円35万9000円で144台だな。鈴木、ジクサー250。ジクサー150が国内導入された3年後、2020年から追加されたジクサー250だぜ。またしてもジクサー。ジクサー2連発記念ということで、最近流行りの AI さんにジクサー250について聞いてみた。なぜ？鈴木のバイク、ジクサー250の逸話を教えて。ジクサーの名前の由来。
ジクサーの名前は、スズキがかつて販売していた GSX シリーズのエンジンを、スズキの技術者たちがじっくりサービスで調整していたことに由来しています。その作業がじっくりサービスからジクサーと呼ばれるようになり、後にジクサーの名前がバイクの名前として採用されました。嘘つけ。ひょっとして、こんな話題で遊んでるってことは、ジクサー250も大きな変更はなしですか？バレたか。新型は排ガス規制の対応と、カラーリングの変更だぜ。では、カラーバリエーションはこちら。マットステラブルーメタリック、マットブラックメタリックナンバー2の2色です。揺れエンジンはクランクケースカバーがブロンズだったが、新色はヘッドライトカバーにもブロンズを取り入れてきたな。高級感アップ。エクスターナトリトンブルーはなくなりました。仕方ない。装備はどんな感じですか？シンプルイズベスト。車体制御系は ABS のみだ。排ガス規制対応したけど、エンジン性能は最高出力26馬力、最大トルク 2.2kgF。M と変化なしだぜ。頑張った。燃費は 3.2kg 減の 34.5kg となったぜ。これはライダーのテクニックでフォロー。価格は 3.3 万円のアップの 48.18 万円だな。とは言っても、車両価格が50万円切りの国内メーカー 250cc はジクサー250だけだ。リーズナブルで、スズキの技術がギュッと詰まったジクサーは超おすすめバイクですね。では、ジクサー250-2023のスペックはこちら。エンジンは単気筒 249cc、最高出力は26馬力 9300rpm、最大トルクは 2.2kgm7300rpm。シート高は 800mm、車両サイズは 2010-800-5035、重量は 154kg。ガソリン容量は12リットルで、燃費は 34.5kg WMTC。航続距離は 414km、ガソリン仕様はレギュラーだ。新車価格は 48.18 万円。グバイクの中古車価格帯は、27万6200円52万8000円で56台だな。3、SS 編。ヤマハ、YZF-R15。兄貴への忖度なんてお構いなし、国内導入の噂も聞こえてきてる YZF-R15 だぜ。YZF-R15 って、1月新車特集で紹介してませんでした？あれはインドネシア仕様だな。今回は超巨大市場インド向け YZF-R15 の新型だぜ。カラーバリエーションはこちら。スタンダードはメタリックレッド、ダークナイト、レーシングブルーの3色。R15M は、メタリックグレーの1色ですね。もう60周年記念カラーはなくなってるな。売り切れごめん。ちなみに、最近登場する YZF-R シリーズはモノ IDRL が主流ですけど、この路線はいつまで続きそうなの？元 GP の YZR-M1 シリーズは、ずっとあの顔だし、まだしばらくは続くと思うな。でも、YZF-R1 の新型もそろそろって噂もある。デザインがどうなるか楽しみだぜ。じゃ、話題を戻して。確か YZF-R15 って、勝敗器用だけど走りの装備がてんこ盛りでしたよね。その通り。足回りは倒立フォークにアルミ製スイングアーム。可変バルブ機構搭載の 155ccSOHC エンジンにアシスト&スリッパークラッチ。トラコンにクイックシフターアップにスマホ接続装備だぜ。これ以上、何を改良したというのですか？液晶メーターのカラー化だ。最強装備じゃありませんか？最高じゃないですか。ぜひ実車を見て、そのクオリティをチェックしてみてくれ。では、ヤマハ YZF-R15 のスペックはこちら。エンジンは SOHC 水冷単気筒 155cc、最高出力は 18.4 馬力1万 rpm、最大トルクは 1.4kg FM7500rpm。シート高は 810mm、重量は 141kg。車両サイズは 2015-800-1070 だな。ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明、ガソリンタンク容量は10リットルだ。新車価格は実勢価格 31.3 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、28万円38万円で7台だな。鈴木、ジクサー SF250。ジクサー250の兄弟モデル、フルカウルタイプのジクサー 250SF だぜ。ちなみに SF って何の略なの？東海ラジオのコールサインかな？スポーツフェアリングだな。またこの話の流れ。やはりジクサー 250SF も大きな変更点はない。兄弟モデルと同じく、新排ガス規制対応、新カラー追加。燃費はリッター 3.2kg 低下。価格は 3.3 万円値上がりで 51.48 万円だ。巻いてきたな。で、カラーバリエーションはこちら。マットステラブルーメタリック、マットブラックメタリックナンバー2の2色ですね。カラーリングはジクサー250と同じだ。で、こちらもエクスターカラーがなくなってる。残念です。街で見かけるジクサーは、大抵トリトンブルーのエクスターだし、忘れたくても思い出しちゃう。鈴木がレースに復活する時が来たら、次は紅白カラーのラッキーストライクでお願いします。以上、鈴木好きの希望でした。では、ジクサー SF250-2023 のスペックはこちら。エンジンは単気筒 249cc、最高出力は26馬力 9300rpm、最大トルクは 2.2kg M7300rpm。シート高は 800mm、車両サイズは 2010-740-1035、重量は 158kg。ガソリン容量は12リットルで、燃費は 34.5kg WMTC。航続距離は 414km、ガソリン仕様はレギュラーだ。
新車価格は51.48万円な。グバイクの中古車価格帯は、27万6200円48万9800円で111台だな。4、オフ編。川崎、KLX150。最後は川崎の KLX150 だぜ。キャブ仕様のキック付きモデル。インドネシア発表なので国内導入は望みなし。と言いつつも、グーバイクでは2台確認できましたね。じゃ、カラーバリエーションはこちら。KLX150 はライムグリーンの一色。KLX150S はライムグリーンとエボニーの2色。KLX150SE はビライトブルーエボニー、ビビットオレンジ。ネオングリーンエボニー、シャイニーイエローオリエンタルブルーの4色です。S とか SE とか色々あるけど、何が違うの？タイヤサイズと装備だな。ベースとなる KLX150 は、タイヤサイズがフロント21インチ、リア18インチのフルサイズモデルだ。KLX150S はフロント19インチ、リア16インチにサイズダウンしたモデル。KLX150SE はフルサイズホイールでフェアリングは特別カラー。各カバー類装備、ゴールドの倒立フォークなどを採用した豪華バーだ。いいですね、いいですね。でもこんなにバリエーションモデルを用意するなら、国内ラインナップに KLX150 を復活させてほしいよな。川崎は忘れちゃいませんよ。きっと泥まみれのライムグリーンは復活します。そのわけは？川崎のオフロードコンペモデルを見てください。この充実ぶりは国内メーカーで一番です。これだけ揃ってるのに、公道オフが終了なんてありえないよ。公道を走るライムグリーンの新型オフ車、楽しみにしております。では、川崎 KLX150 のスペックはこちら。エンジンは SOHC 空冷短気筒 144cc、最高出力は12馬力 8000rpm、最大トルクは 1.1kg/FM6500rpm。シート高は 830mm、重量は 115kg。車両サイズは 2830×1115 だな。ガソリン使用、燃費、航続距離不明、ガソリンタンク容量は 6.9 リットル。新車価格は不明だ。グバイクの中古車価格帯は、35万7500円38万9000円で2台だな。さ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は、終わりの一言です。終わりの一言。2月は川崎の ZX4R の発表で盛り上がりましたが、その後、ビッグニュースはありませんでしたね。ちょっと残念だったな。でも、もうすぐ3月、大阪モーターサイクルショーの開催日が迫ってきてますし、期待もどんどん膨らんできます。そういえば、名古屋モーターサイクルショーのイベント内容が発表されてましたね。今年も昨年と同様、大御所 YouTuber さんがたくさんゲスト参加されますね。会場も広くなりましたし、よりパワーアップした名古屋モーターサイクルショーが楽しみですね。皆さん、各モーターサイクルショーの会場でお会いしましょう。それでは、次回の動画まで。1、2、3、バックハイ。